こんにちは。こんにちは。いよいよ出産予定日が近づいてまいりました。今日は出産前の大仕事です。はい。育児グッズの必需品、チャイルドシートが届きましたので、開封していきたいと思います。はい。でっかい荷物が届きました。よいしょ。おでか。おー。でか。これです。今日はこれを開封して車に取り付けたいと思います。はい。大仕事ですね。うん。ケンジにお任せします。頑張ります。このチャイルドシートはエールベベというところのものです。はい。名前はクルットスライド F という商品です。はい。車用品のカーメイトさんが作ってる商品です。うん。この秋に出たばっかりの新商品なんですけど、機能がモリモリだったんでこれにしました。もうチャイルドシートってほんまにピンキリというかな、うん、私たちも初めてこれを用意して知ったんですけど、すごい種類あんねんな、うん、どれにするかめっちゃ迷いました。はい。でも回転式にはしたいなと思ってたので、これは回転式です。はい。もう開けていこうか。うん。カッターでは開けたらあかんって書いてる。なんか取り出し口あんで。うん。なんかちゃんとカッターで開けなくてもいいように取り出し楽々のテープがついてる。こういうのが日本の段ボールって感じ。このエールベベのチャイルドシートは国産やねんな、うん、なんかチャイルドシートって結構外国産のやつも多いんですけど、これは国産のものです。すごい。おおお、一周できる。チャイルドシートってこんな大きいねんな。な、めっちゃでかい。おおですね。はい。これで一周開いた。開きます。オープン。おおおおお、すごい。ちゃんと丁寧に包まれてます。はい。色はなんかブラックとオフホワイトかな、うん、があったんですけど、オフホワイトを選んでみました。同じこのクルットスライドは赤ちゃん本舗限定モデルとベビザラス限定モデルもあるみたいで、それは色と機能がちょっと違ったな。うん。はい。おお。オフホワイト。はい。ちょっとグレーっぽい感じかな。そうやな、なんかグレージュっぽいうん。色味で可愛い。あえてこの色にしました。で、これがチャイルドシートの上の部分で、下にベースが入ってるわ。はい。クルットスライドのベース。うん。アイソフィックスで取り付けられるモデルなんでベースが入ってます。ほ大掛かりな作業や。おはいはい。おベースが入ってます。なるほど。だいたいアイソフィックスのやつってこのベースと本体バラバラなんかな。うん。ちょっとチャイルドシートあんまり分かってないんやけど。はい、こんな感じ。でも2つ合わせたらちょっと重たいけど、バラバラやったら持てるかも。はい。じゃあ取り付けますか。うん。それでは取り付けていきます。はい。まずはこのベースプレート。これを車に取り付けます。はい。今回はちょっと助手席側につけてみます。この車アイソフィックスついてるんやけど、金具がちょっと埋もれてるんかな。下のとこやな。初めてのチャイルドシート取り付け。アイソフィックスのガイド、仕込みやすくするためにこのガイドをこっち側につけるらしい。はい。つけれるのかこれ。なんか奥深くに埋まってるような。つきそうになかった。ガイドがちょっと差し込めなかったので、ガイドなしでやってみます。ここがなんか布が結構きつそうやから、うん。この奥に金具あんねんけど、うんうん。この太さが割と太くて、はまらない。ので一回なしでやってみます。はい。車によってはなくてもいいという感じやったんで、スライドカバーを外す。これ
うん。よく。はい。はい。これが多分取り付ける方。うんうん。ここにレバーあんねんけど。はい。これをレバー引っ張りながら伸ばして外す。レバーを引っ張って外すと。この下に足ついてねんけど。うん。はい。この黄色いとこを差し込むということらしいんですが、差し込めるでしょうか。ここいけるか。むずっ。一回なんか。難しそう。大仕事ですね。なんか今の車だともっとつけやすいから。縛りすぎてない。古い車種なんで。でもなんかガチッと言った。左は刺さってる。右は刺さってない。父が苦労しています。お、いった。なんか緑になったで。おお。いけた。いた。いけました。ちゃんとはまったらこの部分がもともと赤やねんけど緑になるみたいです。緑になりました。いけたようです。オートレッグを調節する。はい。はい。うん。こんな感じでしょうか。はい。スライドカバーを下側、はい、戻して、でここにシートをつけます。はい。熱い。シート。つけます。こっち向きに差し込む。うんうん。下がこうなってるから。うん。お、差し込むのは簡単。おお、回転した。で、そのもう一個。はい。お。はい、オッケー。完成？はい。完了。汗だくやん。このベースプレートつけるのがちょっと古い車種やからか苦労しましたが、上つけなあかんたやったよな。おお、ファミリーカー感がすごいました。このチャイルドシートは回転式やから、ここにレバーあるのか。うん。これをすると、おお。後ろ向きにできるし、こっちにもあるから360度。すごい一回転してる。回ります。新生時期はこっち向きか。はい。とリクライニングもできるな。うん。おお。この座席の下にレバーがあって、はい。これ引っ張りながら多少こうまや。若干寝かしたり。なるほど。そんなめちゃくちゃリクライニングはせえへん。まあフラットまっすぐってわけじゃないけど、ある程度はなリクライニングしますね。あとはでこれ新商品なんですけど、最大の特徴は手前にもスライドできると。うん。まあここに向けて、はい。でそのままこっちに引っ張るとちょっと出る。10センチぐらいかな。わかるかな。前に出ます。うん。こんな感じ。なんかちょっと乗せやすいから腰とかも痛くなりにくいと。うん、これはなんか国産メーカーでは初なんやんな。そうそうそう。まあこれでもな横向いてるからやりやすいと思うんやけど、うん。多少こう前に来た方がもうそのままかがまんでもいけると。はい。これは国産で初めて採用されたスライド機能です。はい。で引っ張った状態でもこう多少回転させられるからな。うん。30度って書いてたかな。ここまではこう回転させられるから、まあ、例えばこの車とかもスライドこっち側はドアあるから、うん。ちょっとこっち向けたらこう立てるんでやりやすいな。うん。かなり乗せやすいと思います、赤ちゃん。そう
ごいええやん。なあめっちゃいいおお私もやってみたい、こうやってこうおおほんまや確かにこうやとちょっと奥までな、赤ちゃんこうやって置く時とかあるけどこれやったら女の人でもすっと届くと思う、めっちゃいいやんあほんまやこれぐらいになったらめっちゃ乗せやすいかも。いいですね。おおでここがなんかジャンピングハーネスやっけちょっとあんま分かってないんやけどこうボンとこう跳ね上がる、跳ね上がってるよ上に。そうだから手通す時とかもスッと入るとこうな入れるの大変やからスッと入るというのが特徴です。ここがこのまま浮いてるからな、手通しやすい。はい、なんか乗せやすいということらしいです。まあ、ちょっと他のやつ使ったことないから分からんけどこれは結構便利な機能な気がする、まあでも回転式は欲しかったし、さらにスライド機能もついてるからな。そうこのスライドするやつを結構探してたんですけど、ほんまに全然なくてちょうどな10月に出たからよかったんですけど、めっちゃ便利な気がするイメージやけど乗せて閉めてこうね、でこうか、おおそしたらもう動かへんねや、なるほど。ああひさしね、そこにつけて、おおあ合ってんじゃない、合ってそう、おおなるほどいいですね。便利やな、使わんときは取って見てわかる通りもうクッション性がすごそうなんやけど、ほら分厚くない？めっちゃ分厚い。頭のとこ赤ちゃんの頭を守ってくれるってやつね。でこれ取り外しできるんやだから、そうやね。こう取れる。なんかシートがガバッと取れて、お取れた。そうやね。取れました。でこれもなんか丸洗いできるらしいんで衛生的にも良いと。4歳頃まで使えるっていう話やから。色も可愛いし、いい感じ。思ってたよりもコンパクトやな。回転式ってなんかでかいイメージあったけど全然めっちゃ広々。この席よりちょっとむしろ余裕あるぐらい、お世話もしやすそうです。広い後ろうちチャイルドシート取り付け完了しました。はい、出産前の大仕事が終わりました。なんか意外と今日暑くてそうやな、冬やのに汗かいた。暑いんやけどありがとうございます。父としての出産前の大仕事、父になる前の大仕事やな、完了しましたまあでも最初ちょっとな苦戦したけど、それがなければ普通に多分もっと簡単に。そうやな。今の車とかやったらもっとつけやすいんじゃない？そうやと思う。ちょっと昔の車やから埋まってて、若干つけにくかったんですけど、まあ慣れればな、結構取り外しは楽やと思う。まあでもそんなつけ外しする機会ないからな。そうやな、基本はつけっぱなしで、なんかこれがついたらいよいよファミリーカーって感じがすごいな。そうやな見た目も中身もファミリーカーの要素が詰まっております。はい。また子供が生まれたらこの今日取り付けたチャイルドシートに載せて動画に収めたいと思います。はい。そしてちょっとご報告ですが、もうほんまに出産直前ということで、私がもうすぐ入院します、出産のために。なので今後の動画ちょっとしばらく私だけ産休でお休みします一応産休がありましたちょっとだけもらいました。ブラック企業ながら産休あり。育休、産休育休本来はないんですけどちょっとだけ動画お休みさせてもらいます。その間はな、ケンジが一人で旅をするのかしないのか、ちょっとまだわからないですもしかしたら一人でどっか行くかもしれないです、だからまあ次あかりが登場するのは生まれてから、年明けになると思うんですが、ご報告の時に子供と一緒に登場すると思います。今回チャイルドシートをつけたんですけど、出産準備もぼちぼち進めてて、これの他にベビーカー買ったりとか、あとは僕たちお姉ちゃんがいるんで、で子供もいるからそのお下がりをいただいたりとか、新しいもの買ったりとか進めておりました。いよいよということで、
頑張って産んでいきたいと思います。頑張ってください。はい。まあでもほんまに後半の方になってから全然何事もなく、そうやな。最初のつわりも明かりはそんなになくてな。そうほぼほぼなくて、妊娠期間中基本的にずっと健康でな、ありがたいことに楽しくケンジのサポートもあって楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。出産に向けての意気込みをお願いします。もうとにかく元気に生まれてくれれば、それで良いです。はい。母子ともに健康でありますように。はい。まあ多分子供が生まれたらちょっとバタバタもすると思うんで、最後ののんびりをちょっとあと楽しみたいと思います。はい。まあちょっと子供生まれてからどうなるかっていうのは僕たちも分からなくて、YouTube に関しても撮影できるのか、ちょっと育児に追われてしまうんじゃないかという面もちょっと心配ではあるんですが、まあ、できる限り続けていきたいと思っているので、まあ、臨機応変にやっていきたいと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。